こんにちは。今回は、浜中さんのエコアンダリアでこちらの、松編みの帽子を編んでいきたいと思います。ちょっと見にくいんですけど、トップ3段目から松編みを編んでいます。で最後まで松編みの種類は変わるんですけど、全部松編み模様で編んだ帽子になります。サイズはトップの中心からこちらのサイドとブリムの付け根の部分までで24センチになります。だいたい直径は18センチぐらいになります。図回りは57から58、57の人はゆったりめです。でブリムの幅はだいたい7センチぐらいです。このブリムをこう曲げて使用してもいいですし、こう下ろしてそのままかぶる形でもいいと思います。でスチームをかけるときに、こう折って使いたい方はブリムの部分をスチームは当てない方がいいと思います。あまりうねりもなく、このブリムの部分もしっかりとピンとつばが張った感じで、見づらいんですけど、このように編み方によってうねりなくこうつばがピンと張った感じで編めたと思います。ぜひ編んでみてください。帽子の糸のカラーナンバーは15番なんですけど、本当は23番のこちらのベージュというんですかね、この糸で編みたかったんですけど、この糸一玉しかなかったもんですから、ちょっとこの地味めな色で編みました。もし23番この糸だとちょっと明るめな感じでできると思います。では、編み方を説明していきます。最初に5号針で編んでいきます。玉の中から糸端を出してください。はい、そしたら輪の作り目から編んでいきます。指に2回糸を巻きつけて、境目を押さえて、輪に針を入れて糸を引き出します。そしたら鎖を1目編みます。次にこの輪に細編みを8目編んでいきます。輪に針を入れて糸を引き出して糸をかけて引き抜きます。これで細編みが1つできました。これをあと7回編んでいきます。2
3、4、5、6、7、あと1目、8目編み終えました。そしたらこの糸端を引っ張って動いた輪の部分から絞ります。はい、きつく絞ったらこの糸端を引っ張ってこれで絞り終えました。そしたら最初の目に糸を引き抜きます。ここが最後の目、1、2、3、4、5、6、7、8目、ここ見づらいですけど、ここに糸を引き抜きます。はい、ここちょっと絞ってください。これで1段目が終わりました。そしたら2段目は、増し目をしていきます。1目の中に2回細編みを編み入れていきます。なので1段目が8目だったので2段目は16目になります。では編んでいきます。立ち上がりは鎖1目編みます。そしたら最初の目に針を入れて糸を引き出してまた糸をかけて細編み、これで1目、もう一回同じ目に針を入れて糸を引き出して糸をかけてこれで2目編みました。隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み、隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み、隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み。これが最後の段かな。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14。はい。これが最後の目になります。同じ目に針を入れて細編み。はい。これで16目編んできました。そしたら最初の目に糸を引き抜きます。わからなくなっちゃった方は、最後の目から16目数えて糸を引き抜いてくださってもいいですし、最初の目を編んだ時にマーカーをつけてもいいと思います。ここに糸を引き抜きます。はい、引き抜いたらこの引き抜いた目を絞ってください。3段目からは松編みを編んでいきます。鎖1目編んだら最初の目に針を入れて細編みを編みます。そしたら1目飛ばして長編みを5目編みます。1、同じ目に針を入れて2、同じ目に針を入れて長編み、3、同じ目に針を入れて長編み、4、同じ目に針を入れて長編み、
これで5目編みました。そしたら1目飛ばして細編みを編みます。これで松編み模様が1模様出来上がりました。長編みの説明をしてなかったな。じゃあ、糸を針にかけて1目飛ばして隣の目に針を入れて糸をかけて引き出します。そしたらこの針にかかってる、2つの目だけ糸をかけて引き抜きます。次は糸をかけたら2目引き抜きで、これで長編みができます。もう一回同じ目に針を入れて引き抜いてまた糸をかけて2目だけ引き抜きます。今度は糸をかけたら全部引き抜きます。これで長編みが2つできました。糸をかけて同じ目に針を入れて糸を引き出して糸をかけて2目だけ引き出して今度は全部引き出します。これで3目。2目。これで4目。次。2目。これで5目。1目の中に長編みが入りました。そしたら1目飛ばして隣の目に細編みで留めます。はい、あと2模様松編みを編んでいきます。5、はい、編み終えました。そしたら、最初の細編みのところに糸を引き抜きます。はい、これで3段目が編み終えました。4段目は、立ち上がり3目編みます。そしたら細編みの前段の細編みの目に長編みを2回編み入れます。1、2、はい。そしたらこの松編みの3目目ちょうど中心部分の目に細編みを編みます。これが、松編みの真ん中の部分3目最初に編んだこの、立ち上がり3目とこの長編み2目は松編みの途中部分を表しています。なので、ここで1回細編みで留めてそれで次松編みを編んでいきます。今度の松編みは3目長編みを編んで真ん中に鎖目を1目入れます。
3目長編みを編んだら1目鎖を編みます。そしたらまた3目長編みを編みます。はい、これで123目長編みを編んで真ん中に鎖を入れてまた3目長編みを編みます。そしたら前段の松編みの真ん中の3目目に細編みを編んでいきます。そしたら、松編みと松編みの真ん中の細編みに最初に糸をかけて針に糸をかけてからこのように長編みを編んでいきます。1、2、3目長編みを編んで1目鎖を入れて長編みを3目1、2、3目はい、松編みが編み終えました。そしたら前段の松編みの真ん中の頭ですねところの目に針を入れて細編みを編みます。糸をかけて前段の松編みと松編みの間の細編みに針を入れて長編みを3目3目編んだら鎖を編んでまた長編みを3目編み入れます。はい、たら前段の松編みの真ん中の目に針を入れてで最後のところはここも松編みになるので、長編みを編むんですけど入れる目はこの、細編みのところ立ち上がり鎖3目編んで長編みをここ編んでるんですけどここの目同じ目に、編み入れます。1目2目3はい3目編んだら鎖を編んで糸を引き抜きます。糸を引き抜くのは、3目立ち上がり編んで長編みを、最初に2目編んだ最初のところこの1目目に糸を引き抜きます。はい、これで4段目が編み終えました。5段目は増し目をしていきます。最初に立ち上がり鎖1目編んだら最初の目に細編みを1目編みます。そしたら、糸をかけて1目飛ばして次の目に、
松編みを編んでいくんですけど、長編みを5目編んでいきます。今1目編んだので、これで2目、3目、4目、5目、5目編んだら1目飛ばして次の目に細編みを編みます。そしたらまた1目飛ばして次のこの前段の、松編みの真ん中の、鎖目のところに針を入れて長編みを編んでいきます。1目同じ目に、5回長編みを編んでいきます。2、3、4、5。そしたら1目飛ばして細編みで松編みを留めます。はい、これを繰り返していきます。1目飛ばして、松編み、長編み5目、2、3、4、5目。したら1目飛ばして細編み、また、1目飛ばして、この鎖目のとこだったところに長編みを5回編み入れます。2、3、4、5。したら1目飛ばして細編み、で1目飛ばして松編みで長編み5目編みます。はい、そしたら5段目の、松編みを編んで5段目の最後のところに来ました。最後は、長編み5目編むところの目は、この前段の長編み2目編んで鎖を編んで終わってるこの鎖目のところに針を入れて長編みを5目編み入れます。2、3、4、5目。はい、編んだら、最初の細編みの目のところに糸を引き抜きます。はい、これで5段目が編み終えました。そしたら6段目は立ち上がり鎖3目編んで、前段の細編みのところに針を入れて長編みを2回編みます。はい、2回編んだら前段の松編みの5目の真ん中に
針を入れて細編みでこのように留めます。そしたら、松編みと松編みの間の細編みのところに針を入れて長編みを3回編み入れます。はい、3回編んだら鎖目を1目編んで、また同じ目に針を入れて長編みを3回編みます。はい、これで、前段の松編みの3目目真ん中の目に針を入れて細編みで留めます。はい、これで一模様できました。最初また、松編みの半分のところから始まってで、これが一模様になります。はい、前段の松編みと松編みの部分に今のこの編み方長編み 3回編んで、鎖1目編んでまた同じ目に長編みを3回編み入れる、この編み方を、松編みと松編みの間の細編みに、編んでいきます。1、2、3、鎖1目編んでまた同じ目に長編みを3回、2、3、そしたら前段の松編みの真ん中の目に細編み、はい、また、細編みと細編みの間の前段の松編みと松編みの間の細編みのところの目に松編みを編んでいきます。2、3、編んだら鎖1目編んでまた長編みを3回編み入れます。はい、そしたら前段の松編みの真ん中に細編み、またこの細編みのところに松編みを編み入れていきます。3回編んだら鎖を入れてまた長編み3回、2、3、たら松編みの真ん中で細編みで留めます。はい、繰り返していってください。はい、そしたら4段目と同じように、最初の立ち上がり鎖3目編んで、前段の細編みのところに長編みを2回編み入れたこちらの目に針を入れて、長編みを3回編みます。はい、3回編んで鎖1目編んで、引き抜くんですけど、これは長編みの最初の長編みのところに引き抜きます。はい、これで6段目が
編み終えました。模様が123456788模様になります。そしたら7段目からはこの針を6号針に変えていきます。